どうも、ともそやです。前回動画はブラジル人気観光地フロリアノポリス島にある中心部以外のおすすめ場所やその他大自然での野生生活の様子を動画で紹介。今回はフロリアノポリスからウルグアイ国境までバスやホテルやレストランをなるべく使わずに4日間でたどり着けるのか、10回以上のヒッチハイクや野宿などのこれぞ本当のバックパッカー旅。皆さんにね、言ってなかったことがあります。やばいっす。宿のオーナーがセントロまで送ってくれたんですよ。バス停まで、宿から。めっちゃラッキーって思って、からのまさかのね、お金くれました。マジでびっくりした。これでなんか好きなもん食えみたいな感じで、マジでありがたいということで、もう遠慮せずにね、ありがとうございますって言って、もう速攻で受け取ってしまったよ。さあ今日もね、ヒッチハイクやっていくよ。まずはポイント探しから。サンパウロやリオデジャネイロに行かずにブラジルを出国するよ。そして約3ヶ月滞在しました。どうも、ともさやチャンネルです。ブラジル約3ヶ月滞在しています。でも観光ビザなんで3ヶ月しかいることができないんですよ。で、現在が2月の24日で、2月の27日までに僕は出国しないといけないです。で、今回なんですけど、24、25、26、27、あと約3日半、4日間なんですけど、3日半、正式に言ったら3日半くらい残っています。その残った時間を使ってブラジルからウルグアイの国境まで行くんですけど、フロリアノポリス島からウルグアイ国境まで約4日間で陸路でバスとか宿をなるべく使わずに行きましょうの回です。で、今回の旅は基本的にもヒッチハイクで、もう宿には泊まりません。もうブッキング.comアプリとかアゴだとかそういうの全部ね、消しました。宿には泊まりません。もうね、4日間で行けるかどうかも正直分かりません。約1000キロあるんですよ、距離的に。その1000キロを約4日間体力勝負ですね。体力と知恵の勝負です。知恵の方は結構弱いんですけどね、もう体力の方も弱いんですけどね、個人的にね、ウルグアイ国境までね、行けるかどうかも怪しいんですよ。3日半でね、必ず行きたいなと思ってます。挑戦ですね、自分への。ヒッチハイクのコツは、まずはね、荷物をちゃんと見せるように置いて、バックパッカーであるっていうことをちゃんとね、示さないといけません。こういう場所でヒッチハイクを行っています。はい、終わったー。結構雨降ってきたんですけど、割と土砂降り。だるい、やばい、だるい、ダイヤ。いや、マジきついっす。マジきついっす。開始約30分で全濡れ。きつすぎる。一発目はトラックの運転手さんに乗せてもらっています。ムイトブリガード、ありがとうありがとうありがとう。ヒッチハイクに成功したものの、どこまで連れて行ってくれるかは分かりません。ポルトガル語を話すことができないのでコミュニケーションが難しいです。ヒッチハイクをしやすいということでガソリンスタンドまで送ってくれました。ありがとう。下半身ボブサップがでかいって。こんにちは、ムイトブリガード。あ、助かりました。チャオ、ありがとう。グラシャーソブリガードでね、わざわざね、スーパーまで連れてきてくれましたね。ありがたい。スーパーでね、なんか買い物することもできるしね、ありがたいわ。さっきの人はほんま会話盛り上がったぞ。ちょいちょいスペイン語で会話してくれたんで、なかなか助かりました。ドイツの血入ってるやろって聞いたら、ポルトガルとスペインのハーフって言ってましたね。そんな感じですね。結構ね、ブラジル移民が多いんで、ヨーロッパ系のね、血根血とかも多いですよ。さっきはガソリンスタンドでもうね、直接聞いて、僕ヒッチハイクしてますっても言うて、ポルトガル語喋れませんって言うて、ちょいちょい説明しながらさっきのおっちゃんに出会ったって感じですね。今回もね、もうちょっと直接車にね、交渉しようかなと思います。僕ヒッチハイクしてるんでみたいな感じで。ってことでね、スーパーマーケットの前でお昼ご飯の時間、ご飯の上にカレー味のパスタを乗せました。男の情熱の料理です。ちなみにゆで卵とか結構ね活躍しますよ。持ち運びもしやすいし、剥いて皮その辺に皮
枯らしてるだけで食べることができるんで、とりあえずまあホテルとかね、できる限りねレストランとかも行かない分、ちょっとね自分で自炊していかないといけないんでね、ちょっとパンとか購入しようかなって考えてます。あれ安くないかな、こんだけ入って 3.54 リアル、パンこんだけ入って、まああとはだいたいこの辺りですよね。こういう缶詰の野菜とかを購入してマヨネーズを混ぜてサラダ作ったりとか、こういうの魚の缶詰とかね、パンにのせてサンドイッチにしたりとかね。バックパッカーの栄養源卵、確実にこれは必要ですで、割れる 100% 無理。ブロッコリーもタンパク質豊富ですね。ただでかすぎる、凍ってます。あと大活躍なのがバナナ、持ち運びも簡単で栄養源もある、そしてそんなに高くはない。ヒッチハイクする場所まで行く時も重い荷物持って歩くじゃないですか。それも結構だるいんですよね。ガソリンスタンドにいるね一人一人にね、ほんまに聞き回ってるんですけど、なかなか言葉が通じないって難しいですよね。もう最初のね、こんにちは、日本から来ましたとか、今ヒッチハイクやってますとか、そういうのはもうポルトガル語、スペイン語みたいな感じでもうミックスで喋ってるんですけど、あとはもうほんまに重要な部分は翻訳アプリ使ったりとか、そんな感じで今交渉してます。なんとか交渉してこの大型のトラックに乗せてもらえそうです。今回のトラックのおっちゃんは彼のね、なんか彼女のセクシーな写真を見せてくれました。Brasil, Capivari de Baixo. Boa tarde. Obrigado, obrigado. Boa tarde. セクシーセクシー。バイバイ、やったーっす。面白かった、のっちゃん。同い年だったけどまさかのもうエロい話ばっかりだったわ。またコンドーム拾った。ブラジルほんまコンドームのね落ちてる確率高い。何回見かけたかな。まあ多分ね、今のコンドームね、普通に病院とか行ったらタダでもらえますよ。マジ微妙なところでね降りたんでね、ほんまきつい。しかも雨降っとるしマジできつい。このメインの通りが上なんですよ。上でねヒッチハイクするの難しいし、交通量というかスペースもないし、下は下でねみんな曲がっていく人が多いというか、なかなか難しいんだよな。ヒッチハイクも考えるような場所とか。上のねメインの道路は車が止まるスペースもあんまりないし、それにね車がね猛スピードなんですよ。だからねヒッチハイクはできんかなっていう感想。それにしてもね歩いてね場所探してるんですけど、ヒッチハイクできるようないい感じの場所が全然ない。今日4回目のねヒッチハイク捕まったけど、たったね 2,3 キロくらいだった。進んだの。まあまあそれでもいいでしょう。さっきのね場所が悪すぎたんで、とりあえずねちょっとでも進んでね風向き変えないといけないんでね、ヒッチハイクは。現在7時12分、もうねむずすぎ。ヒッチハイクもう場所がない。とにかく無理っすね。ヒッチハイクできる気がしないんで、とりあえずね歩きます。7キロ歩いたらバスターミナルとかがあるんで、もう今日は思い切ってねもうそこでね住もうかなって考えてますね。重たいバックパックだけじゃなくてね、濡れたね靴、これがねきつすぎる。べちゃべちゃ。もう最悪なんですけど、せっかくズボン乾いたと思ったら水こぼしてしまった。自分に乾杯。こういうガソリンスタンドとかで無料でねお水をね汲むことができるんで、こういうところのお水をね無料で補給するよ。ポケモンセンターのようですね。タンタンタタタン。こういう系のトイレって明らかに不潔ですよね。日本にはないタイプのトイレや、日産じゃなくてイッサ。俺の行く末密かに暗示するヒットパニー。てかこの街治安はどうなん？夜に旅人がね、アジア人がバックパック担いで一人でね歩くん大丈夫なんか？マジで知らんのよ。情報がないんよ。ブラジルといったらシュラスコですね。シュラスキャリア、そして教会が見える大きな教会。街って感じのところにやってきました。そんな感じでまあどんどん歩いてバスターミナルに向かっていくよ。
バスターミナル到着した瞬間に見つけたストリートファイターの格闘ゲーム。レース機も発見。うわ、なんか汚いな。壊れてますね。壊れて、こっちはいけそう。真っ暗ではないけどいい感じに暗いバスターミナルなんで、ちょっとねいい感じに寝れそうです。充電もこんな感じでできるんで、まあ完璧に近いようなバスターミナルかな。それにしても今日はね16キロ以上歩きました。まあ今日はこんな感じで夜を過ごすとしよう。おやすみ。まあ旅というものはこんなもんですよ。動画が面白い面白くない関係なくバックパッカーの旅っていう感じは出てると思うけどな。この動画はこれがバックパッカーのリアル。おはようございます。まあこんな感じで携帯の充電とお腹の充電満タンにしてから今日もね頑張っていきたいと思います。冷水器もストローを使って飲む時代になったか。もうシンプルかつ綺麗な教会、なんかすごく綺麗にね手入れされてるんがわかるわ。清掃活動激しいんだろうな。この道路水はけ悪すぎやろ。そんなこんなでねバスターミナルからヒッチハイクする場所まで約1時間歩いていきます。スリッパ壊れとるから靴下履いたらスリッパだけじゃなくて靴下も破れとった。徳島のひょうたん島巡りを思い出した。あのボート見てカフェとねビスケットをね無料でもらいました。ほんまねガソリンスタンドはねヒッチハイクとかバックパッカーにとってイベントが起こる場所です。ありがとうございます。オブリガード大きいカフェを持ってきてくれました。どこの国に行ってもいいよる気がするけどほんまに現地人優しいっすねマジで。僕いきなり不審者みたいな感じですよ。いきなりガソリンスタンドに来て店入ってブラブラしただけなのに、まあ多分重たいバックパック持ってるんでなんかかわいそうに見えたんかな、頑張ってるような雰囲気見えたんかな、知らんけどカフェ飲むかみたいな感じで言ってくれて、ビスケットもくれたし。ビスケット、これビスケットって言うの？クッキー？どっちでもいいわ。キンキンに冷えたお水までいただいちゃいました。僕のこれからのねヒッチハイクうまくいきますように。乾杯。さあガソリンスタンドで人々の優しさに触れて休憩した後はついに過酷なヒッチハイクが始まります。このローカルな道を抜けた先にいいチェックポイントが待ってるのでしょう。マジかよ。 Google マップで調べた感じだったらヒッチハイクするスペースあると思ったんやけどな。マジで無理やなこれは。どうだろうこのスペースできるかな。一か八かかけるか。1時間半頑張ってみよう。とりあえずこの右のね2レーンから来る車はほぼ 100% も止まらないんですよ。こっちまで。こっちのね左側の車、こっちがまだ可能性あるんでこっちの車が止まってくれるのを狙っていきたいって感じかな。なかなか難しいっすよこの場所は。もうでもほんまにここぐらいしかないんでね。たまには若い女の子のね車にねちょっと乗ったりしたい。なんか日本の文化が大好きなんだよねみたいな、ジブリが大好きとか、アニメ鬼滅の刃大好きみたいな、どんなキャラクターが好きなみたいな、そういう会話しながら楽しく一発でウルグアイまで行けたらいいなって心底思っています。セニョールがね2キロぐらい乗せてくれた。また微妙なところに連れてきてくれたな。これまた微妙やぞ。ちょっとまた新たにねポイント探します。若干下りになっててスピードもねバンバン出してるんでちょっと難しいと思うけど、あそこが合流の地点になってて合流する車がちょっとねスピードダウンしてこっち向かってくるんじゃないかなと思うし、まあちょっとこの辺でやってみようかな。それにしてもね本堂部のゴミなかなか車捕まらないんでヒッチハイクと同時並行で靴のね中敷き乾かしときます。靴の中敷きを乾かした瞬間ほんまに2分後にトラック止まってびっくりしました。彼です。My friends means my name. こういう偶然がね起こるんですよ。昨日
トランみたいなところに来ました。こんな感じで自由に飲んでくださいっていうカフェがあるんやけど、ちっちゃいことで多分全員のお客さんと間接キスしてるんやろうな。これ美味しい美味しい。これがプラトフェイトと呼ばれるものですね。16である。うまそう。サラダいろんなものをかけてくすごいいろんなものかけてるわおっちゃん。ジュース付きで23レアル、安かったな。ローカル食堂あるんやな、ブラジルにも。初めて見たわ。美味しかった。彼はもちろん仕事中なんでね、まああんな感じでね、ちょっと人を探しに行く言うてました。その間僕はちょっとね、一休みセクしようかな。眠たくなってきたし、まあマジでヒッチハイクしてたらね、本当に偶然の出会いね、結構あるんですよ。昨日出会った人にもう一回会ったとか、昨日出会った警察官にもう一回出会ったとか、そんなパラグアイではね、ありましたね。ヒッチハイク無理だったとしても、いろんな人に声かけて自分の顔を覚えてもらうっていう作戦もありだと思いますよ。そしたらまあ昨日は断られたけど、今日こいつまたおるやみたいな、今日は泊まって連れてってあげようみたいな感じのノリで連れてってくれる可能性もあるんで、別日はね乗せてもらってるのはすごく感謝するけど、トラックって意外にも結構ねスピードゆっくりなんですよね。で今こうやって作業してるんで、ちょっとね作業の待ち時間とか作業する時間とかもあるんで、結構今ね時間使ってます。これは27日までにウルグアイたどり着けるかな。楽しいね。ブラジルではあのような自由の女神像がいろんなところにあります。この日本のレストラン、かなりでかいレストランジャポネース、ショッピングジャポネース。ムイトグランジジャポネース。ありがとう。めちゃくちゃお世話になった、この人には。なんか楽しかった。もうちょっとポルトガル語話せたら自分も本当話してきたんだろうなって感じですわ。とりあえずここからまたヒッチハイク再開。てかマジで気になるこのでかいショッピングジャポネースってやつ。けどもう先を急がんとあかんので、もうちょっとねここは見送りますわ。現在2月25日の4時半、ソンブリオという町に来ております。そしてあそこにもね日本のマークが数字と書かれておるんで、なんか日本にゆかりがあるような街なんかな。あかん、右腕疲れてきた。あちらに見えるのは墓地です。墓地が見えたところでぼちぼち行きますか。犬がめっちゃ恋しそうにねこっち見てると思ったら、ついてきた。でね、このね先にはねなんかようわからんけど神聖な場所があるんで、ちょっと見てきました。ガソリンスタンドの横にある神聖な場所、すごい大自然の中に作られた教会みたいな感じや。これはこれで新しいぞ。初めての感覚やな。君は本当にいつまでもついてくるんだね。超えたらダメだよ。バイバイ。またな。ついてきた。だからついてこんでって。ありがとうな。じゃあな。現在夕方6時なんで、おそらく今日最後のヒッチハイクとなるでしょう。幸運を祈る。やべえ、30分経過。体感は1時間くらいなんやけどな。でこっちのレーンも一応ね車が減速するような場所を選んでます。こっちのレーンともね一応コンタクト取れるように、まあほぼほぼ意味ないけど車が減速するんで、こっちのレーンの人ともね一応目は合わせるようにしています。それにしてもねむずすぎる。来たー、止まってくれましたー。走れブラシルトレスメセス。すごいおしゃべりな方だったマジでポルトガル語むずいってことで、ここからさどうしましょう。かなり田舎です。現在夕方7時、ヒッチハイク再チャレンジしたいと思います。道が悪いんだよな。一応止まるスペースあるんで、もうこの場所にかけます。最後のヒッチハイク。このバックパックね、何も支えがなかったら立たないんですよ。今なんか支えみたいなの見つけてきて、うまいことで今ねバックパック立ってます。クララが立った波にね個人的には嬉しい。引き続き
まあやっていきましょうか。疲れた。僕も疲れたよ。君も疲れたよね。夜8時40分なんでね、今日はガソリンスタンドでもう一晩明かそうかなって考えてます。夜にねヒッチハイクねなかなかするの難しいんで、車もね僕のことね見ることもできんと思うし、本日の晩ご飯は魚の缶詰トマト味とコーンを混ぜたサンドイッチです。今日の宿は多分バレんと思うんやけどな、ガソリンスタンドの奥にあるあの場所で寝ようと思ってます。木下です。はい、この場所にねこそこそバレないようにテントを張って寝ようと思います。テントを張るときは絶対に電気つけたりはしない方がいいですよ。ちょっとだけ大胆かもしれないですけど、こんな感じでテント立てたんで、もうここでね寝ることにします。おやすみなさい。ちょっとね普通にドキドキしますわ。誰か係員みたいなのが急に来て、ここでねキャンプ道具を使用しないでくださいみたいな感じで言われたら、もうどうすることもできないんでね、まあそれはもう一か八かっすよ。そんな感じでおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠ることができました。ほんまにぐっすり眠れました。こんな感じのシチュエーションですね。まあガソリンスタンドのね隅っこの方って結構茂みになってるし、結構トラックとかもガンガン寝てるんで、別にまあ寝ていいと思いますよ。こんな感じですね。ほんまにいけそうだったらこの辺でね火起こししてももしかしたらいけるかもしれん。知らんけど。はい、おはようございます。6時40分です。意外とねテントとかを片付けたりバックパックのね整理とかって結構時間かかるんですよ。これみんなね共感してくれるとは思うんですけど、旅人バックパックのね整理がねかなり時間かかる。で40分ぐらいかかりました。料金所まで歩いて1キロぐらい歩いて行って、もう犬うるさいな。おはようおはよう、いかにも噛みそうな犬やわ。もう料金所までね歩いて行ってね、その料金所のそばすぐ近くでヒッチハイクを開始したいと思います。料金所到着したんやけど、うわ最悪、スペースが全然ない。まあスペースから考えてトラックはほぼほぼ止まってくれんだろうな。まあやるしかないか。ここで車止まってくれたかと思ったら、市の職員みたいなちょっとかしこまった車だって、修理用の。ここでなんかそのヒッチハイクをやったらあかん言われて、ヒッチハイクやるんだったらあっちにガソリンスタンドがあるからもうそこでやれ言われましたね。残念。朝ごはん食べる時間がもったいないんでクッキー食べながらヒッチハイクするよ。止まってるトラックの運転手とコミュニケーションも取れるし、出ていく車と、まあ、距離も近いんで目もね合いやすいし、場所的には悪くないと思うんやけどな。それにしてもねブラジルはやっぱねトラックの運転手ヒッチハイク禁止みたいなねルール結構あるみたいで、それがやっぱちょっと厳しいですね、旅人にとっては。こっちの車と出てくる車と止まってるトラックもう全部にねヒッチハイクかましていきますよ。なんでなん？一般車両はもう物でパンパンとか家族連れなんでもう満員っすね。で乗れないとか、あとは意外にもこうあっち方面に行くとかそういうのも多いっすね。トラックはなんかもうヒッチハイク禁止とかそういうのもあるし、うまいこといかんマジで。1時間以上やってるよヒッチハイク。E aí o seguinte, aí eu tenho que botar no meio-dia quando eu for fazer o horário do almoço. Como é que é? A marginal ali, cara, qualquer horário eu passava a marginal. ポルトアレグレが手前まで到着したぞ。さあここからとりあえずねガソリンスタンドね着いたんで、ここでねお水とか調達してインターネットもつないで携帯の充電もして次に向かいたいと思います。ここもね結構ねたくさん車とかおるんで、ここでね車捕まえられたらと思いますねヒッチハイク。相変わらずのしょんべんするところです。
これ舐めて隅々まで綺麗にしたら5000円もらえるって言われたらやるみたいな会話をよく小学校とか中学生の頃とかしていましたよね。現在2月26日12時半、残された時間は1日半。これいけるかな、ウルグアイまで。ガソリンスタンドによってはね、無料でねお湯をもらえるんで、こういうところで即席でカップラーメン作ります。クーラーもついとるし、携帯の充電もねテーブルでできるしね、ラーメンも食べることができるし、最高っすね。クソ安いラーメンやけどね、うますぎる。冷たい水うめえ。いろんなトラックの運転手に乗せてって頼んだけど全滅。どうしようかな、ちょっとこっちの乗用車の人らに聞いてみようかな、乗せてって言ってみようかな。こんな感じの状況ですね。ポルトアレグレーBien, bien. Isso, mostra as coisas do país. Filma tudo aí. Tem o Grêmio e o Inter, são os times rivais aqui do Rio Grande do Sul. ありがとう Arigatou, ございます。Muito obrigado。 Valeu, te cuida. いやー着きましたね、ポルトアレグレ。到着してから分かる、この街はちょっと異様だ。バックパック背負ってるし、ちょっとね携帯出しながらね歩くのはやめた方がいいわ。不老者とかね物乞いの人とか多いし。さっきの男の子のロブソンすごい明るかったな。ザ・ラテンアメリカって感じの本当に男の子だった。マジで優しいな。結局ねこのバス停まで連れてってくれて、ポルトアレグレ大都会なんですよ。この大都会からヒッチハイクするのはさすがに厳しいんで、ちょっとねバス乗ります。ちょっとだけバスで住んで、そこからヒッチハイクするっていう感じですね。いつも大体そんな感じですね。大都会でヒッチハイクするのが難しいんで、大都会に着いた時は軽くバス乗ってちょっと郊外に出て、そこからヒッチハイクするみたいな、そんな感じでいつもね旅してます。でバスの値段が 14.80 である、マジで安い。それぐらいやったら乗ってもいいでしょう。個人的にはね、こういうねこじんまりとしたような場所っていうかな、車のスピードもねそんなに速くないし、個人的にはやりやすいかなって思ってます。初めてのパターンスはバスに乗ってて運転手がわざわざ起こしてくれるっていう。寝てしまって一瞬ほんまにそれぐらいやっぱりね体が疲れてるっていうことっすわ今。それにしても簡単ではないなこの場所も。ヒッチハイク成功からの一緒にカフェに行くことになりました。こんにちは。お腹が減ったのでパンデケーションもついでに頼みました。カフェでさえもまさかのこのタイプの正面けど一応個別にはなってますね。ありがとうございました。おごっていただきました。めっちゃめちゃ美味しかったパンデケーション。今まで食べたパンデケーションの中で一番美味しかったな。ほんまありがたいです。車が見えなくなるまで一応送り届けて、さあヒッチハイク再開しますか。今日最後のヒッチハイクになるでしょう、時間帯からしても。ほんまよかった、おごってくれた。めちゃめちゃお腹空いてたのよ。助かった。コーヒーも飲めたし最高最高最高からの最高眉。バカ正直にねバス使って宿に泊まってっていう旅もオーソドックス普通だとは思うけど、こうやってねもうテント張ってどっか泊まってバスターミナル泊まってお金をケチりながらヒッチハイクして人とコミュニケーション取って、言葉全然わからんけど正直言葉全然わからんけど適当になんかもう笑い合ってなんか適当に会話してコミュニケーション取って、そういう旅の方が面白くないですかね。人それぞれですけどね、旅のスタイルは、やっぱね一期一会かもしれんけど、こういう出会いがあるから旅は楽しいなって自分は思ってます。ありがとうございました。寡黙な感じで100キロ以上のスピードで淡々と無言で進んでいくタイプの方でしたよっしゃ結構進んだぞこれ。
マジで結構住んだぞ。でこのなんかガソリンスタンドにウルグアイに行くトラックの運転手さんが集中してみるみたいなことを言ってたんですよ。もう分からん、ポルトガル語分からん、多分そんな感じで言ってたんで、もう今日ここでね滞在して、明日ねもう一発でウルグアイ行けることを願って、ここでちょっとねヒッチハイク頑張ろうかなと思います。現在7時40分です。なんとなく怖え、雰囲気なんとなく怖え。この辺だったら普通にテント張れそうな感じですね。まあなんか結構デカめのガソリンスタンドなんで、もうどこでもなんかテント使えそうな感じっすわ。無料でシャワーを使うことができそうです。それにしてもゴキブリが2匹いるんで、なんか変な気分ですね。こういう番号を入力したら使えます。おー、暖かい。水圧は問題なさそうです。まさかのことが起こりました。おっちゃんがプレゼントしてくれた。グラシアスオブリガート。プレゼントしてくれたねサンドイッチがね本当にうまいんですよ。自分で買ったサンドイッチより美味しい。よっしゃー、白ご飯食べれる。白ご飯食べれそうです。お米にトウモロコシとニンニクとカレー粉と、あとねトマトソースとかとサバの缶詰、サバじゃないわ、なんかイワシの缶詰をぶち込みます。こんな感じでトラックの人はねいつもね料理してるんですよ。トラックのそばで。皆さん知ってましたか？でそういう感じで料理してるんで、僕はこのおっちゃんに頼みました。使わせてくれその日よって翻訳アプリ使いながらね。そしたらこれよく OK 言ってくれました。オブリガードこのおっちゃん、僕が作ってるお米を5分に1回蓋開ける、いや3分に1回蓋開ける失敗なんかな蓋開けんでいいよ。1分半に1回に訂正、1分半に1回鍋の蓋開けてるんやけど、お米いやーちょっとね蒸気が逃げるかな。まだお米完成しないのに火止められてしまった。お米はできたか、お米はできたかみたいな感じでせかされたんで、ちょっとねおじやみたいな感じの雰囲気になりました。ムイトブリガード。おはようございます。今日はこういうところで寝ました。なんか合宿所みたいな感じですね。不動車がねたくさん集まってるような雰囲気の場所です。無料でねこの場所でね寝ることができます。であっち側がシャワー室。シャワー室はなんかね係員に言わないといけません。シャワー使うときはね。本日ね6月27日最終日。今日までにねウルグアイにたどり着くことができるかっていう動画ですからね、気合い入れてね最終日頑張っていきたいと思います。で朝7時にですね、まずは無料のコーヒーを飲んでからちょっとヒッチハイクね開始したいと思います。ヒッチハイクっていうよりかはもうねここにおるねトラックに聞き込んで連れてってもらうのが一番いいような気がしますね。でも分からん、トラックがいつ出発するか分からん。みんな待機してるんで。ボンディア。ゴミ箱からこれを拾うわい。もちろん中から。さあこれをどう使うでしょう。普通はこういう小さいカップなんやけど、僕はこのカップを用意することによってコーヒーをね皆さんよりもたくさん飲むことができます。それにしてもコーヒー無料って最高やな。自分が砂糖を入れたわけじゃないけどちょっと甘い系のコーヒーや。無料で寝ることができて、無料でお湯もらえて、無料でね冷たい水ももらえて、無料でシャワーを浴びることもできて、さらには無料でコーヒーを飲むことができる。東横イン顔負けやん。これ最高すぎやろ。旅人にとってのオアシスですね。あと300キロあるんやけど、これいけるんかな。こんな普通にコーヒー飲んでる場合じゃないかもしれん。なんかわからんけどみんなと友情ができつつある。一つ屋根の下を共にしたからかな。とりあえず昨日ね火貸してくれたおっちゃんにもありがとう言いに来ました。でちゃっかりコーヒーおかわり。あの3人に聞いてみよう。こ
こんにちは。 Daí, nosso Instagram é Teatro Cia da Alegria. いろんな人に質問しすぎて、もうね、どのおっちゃんに聞いたかわからんようになってきた。2回目聞いてしまったし、お前なんか生ききょんみたいな。場所的には割と100点にね近い場所だとは思うんですけどね、結構これね、道幅狭いわけじゃないし、車もゆっくりスピードを落としてくるし、ちゃんとねスペースもあるんですよ。こうやって止まるスペースで、こっちからもねガソリンスタンドから出てくる車にも声をかけることができるし、場所的には割と100点満点に近いとは思うんすけどね、厳しいっすね。1時間経過。まさかのお兄さんがね連れて行ってくれます。もっとヒッチハイクしやすい場所に。ありがたい。Muito obrigado, muito obrigado. Nada, amigo. Boa viagem, amigo. Muito obrigado, Lorenzo. Muito obrigado. Boa viagem. Boa viagem. A gente se encontra. Sim. おごっていただきました。ありがとうございます。そしてガソリンスタンドの職員が僕の味方になりました。ガソリンスタンドの職員を味方につけてるんですけど、まあなかなか簡単ではないな。やっぱりトラックにカメラがあるとか、ヒッチハイク自身を禁止してるとか、そういうのが結構たくさんあるみたいですよ。やっぱりルール、ブラジルは結構ルール厳しいんでね、そういうパラグアイとかその辺結構ゆるゆるだったんですけど、2時間経過したんですけど、さあ乗りましょう。ステロータス到着。ここまで運転ありがとうございました。そしてくっそ寒かった。めちゃめちゃおしっこしたいって感じで、とりあえずトイレ行きます。やっとまともなトイレに出会ったって感じです。いや、それにしても綺麗すぎるな。トイレ借りるためだけに入ったんやけど、なんかクオリティがすごすぎる。これは俺が来るところではない。敷地かなり広い。いろんなトラックの運転手がおる。いろんな車がある。ここからウルグアイのねナンバープレートを探してひたすら聞き込んで、もうね一発ゴールしたいなと思います。でマジで今1時半ぐらいか2時ぐらいなんですけど、でもう今日が最終日なんでね、今日中に国境まで行かないといけないんで。何この綺麗な空間、精神と時の部屋みたいな感じの雰囲気や。ニュースキャスターのおっぱいがでかいなって思ってニュース眺めよったら、おっちゃんがまさかのジュースくれたんやけどありがたい。いただきます。そしてお昼ご飯は昨日の残り、こんな感じ。米がちょっと固め。もう最後の最後にはジュースね丸々全部ねもらったんやけど、なんかもういろいろもらうプロみたいな感じになってる。乾杯。国境の街やっと到着したー。来たー。疲れたマジで。ここまで来たら勝ち戦っすよ。もうね絶対にね何があってもね入国はできる。確実にここで滑って転んで骨を折りてでもハイハイで入国するわ。もうイージーになって。ここまで送ってくださったトラックのおっちゃん、クソお世話になりました。さあもう国境だ言うてもまだ最後の難関残ってる。とりあえず国境に入国するまでに買い物をする。ウルグアイ物価高いからマジで3キロ以上まだ残ってるんだよね。重たい荷物持って3キロ4キロ歩くっていう試練がまだ残っている。最初はグーじゃんけんほい。とりあえず買い出しにやってきました。お米1キロ 1.92 レアル、安いな。まあこの街で一番広いスーパーを選びました。なんか比較的みんなの喋りがポルトガル語からスペイン語に若干近くなっているような気がする。ウルグアイ国境なんでウルグアイに近いからかなのかどうか分からんけど、マテの種類がねなんか結構多い気がする。ラーメンは相変わらずの安さですね。
残るはこの一直線。直進するだけで問題なければ僕の挑戦は成功。まあとにかくウルグアイはね、物価が高いってね、ほぼみんなが言ってるんで、まあちょっとでもね、ブラジルでなんか買っておいた方がいいかなと思っていろいろ購入しました。パン、チーズ、デカめの魚肉、ソーセージ、ライター、玉ねぎ、トマト、まあ、サンドイッチ用のね、あとはね、トウモロコシの缶詰とか、その他缶詰系、魚の缶詰とか、そういうのをいろいろ購入しましたね。バナナも購入した。ウルグアイの入国に関すること何一つ調べてないんやけど大丈夫かな。おー、スーパーファミコンでいうダンジョンが変わる瞬間や。いかにもこのゲートをくぐったら新しいダンジョンに進める的なやつ。移民がこの辺住んでるんかなっていう雰囲気っすね。移民の方々がこんな感じでテント張って、夕日が眩しいぜ。国境あるある、泳いで渡れそうな川の上にある橋。イミグレーション国境から離れすぎやろ。わざわざ夏季国境まで行ったのにもう一回戻ってハンコもらってこい言われた。ブラジル出国ので、それがまた遠いんよ。あかんってこれは。なんか緊張するな。何もありませんように、何もありませんように。過去一緊張したマジで。どこでハンコをいただくのですか、教えてください。国境って基本的にいろんな人が集まってざわざわしてるのに誰一人歩いてない。誰一人歩いてないってことは基本的に危ないんですよ。いやでもウルグアイやし危なくはないと思うけどな。なんか異様な雰囲気やわ。ミグラシオネステルミナルショッピングって書いてあるわ。やっぱりショッピングモールの場所にイミグラションがあるってことやな。それにしてもなんでこんなめんどくさい。ブラジルとウルグアイの国境から1キロぐらいあるやん、イミグラションまで。こんなん初めてやわ。ブラジル側のイミグラションも歩いて1キロぐらいやし、おそらくこのショッピングモールでスタンプをもらうことができます。なんか横長なんで空港みたいな雰囲気やな。イミグラションありました。ハンコをもらってきます。よっしゃ、やりました。ウルグアイ入国完了。スタンプもらってます。2026年2月の27日ですよ。なんで今回はね、僕の勝利、やればできる。今回はね、自分の挑戦成功しました。4日間でブラジルのね、フロリアノポリスからウルグアイの国境まで入国することができました。めっちゃしんどかったな。とりあえずね、ヒッチハイクしてる時がほんまにしんどい。あとヒッチハイクするポイントまで歩く時、重い荷物持って歩く時がかなりしんどいです。とにかく今回ね、成功できてよかったですね。マジでちょっとね、疲れたんでゆっくり休みたいと思います。実は皆さんに言ってなかったことがあって、それを含めての感想になるんでお楽しみに。めちゃくちゃ寝ました。なんか達成感がすごかって、今日は思いっきり寝たろうと思って10時ぐらいまで寝ましたね。まあこういう街でね、テント張って寝るときは結構早めに去った方がいいですよ。まあ人もね、ちらほらいるんで、まあそんな感じです。で、今回の動画でね、ちょっと何が言いたいかっていうと、まあね、旅のスタイルは人それぞれっていうのは、まあ皆さんもね、ご承知の通りだと思います。まあ旅のスタイルは人それぞれなんで、普通にバス使っていいホテルに泊まって観光地お金払って美味しいもん食べてみたいな感じの旅、全然いいと思います。まあいろんなね、旅のスタイルがあると思うんですよ。まあそれで旅系 YouTuber さんいろんな動画上げてるんで、いろんな旅系 YouTuber さんの動画見てたらまあ分かってくるとは思うんですけど、まあヒッチハイク、宿には泊まらないみたいな感じのちょっとね、まあローカルな感じの旅のスタイル。まあ女性に関してはちょっとね、リスクあるとは思うんですけど、これも一つの旅のスタイルなんで、まあ皆さんもね、これが俺の旅のスタイルだっていうのにこだわらずに、いろんな旅のスタイルを一回試してみてはどうですか。まあ僕もね、全然時によってはまあ普通に金払ってホステル泊まったりとか、場所によってはこういう風にする、時間がある時はこういう風にする。この国ちょっと長く滞在してみたいな、美味しいもの食べてみたいなと思う時は思いっきりお金払って美味しいもの食べたりもするし、まあ基本的には僕ブラジル3ヶ月おったんですけど、移動はヒッチハイク、都市間で大都市間の移動はヒッチハイク、基本自炊、宿内では掃除とかして滞在費は無料みたいな感じで、
然お金は使わなかったですね。これも一つの旅のスタイルって感じで、いろいろ試してみてもらってはどうかなって思いますね。神々やな。面白いですよ、こういう旅も。個人的にはもうこっちの方が面白いんじゃないかなって最近ちょっと思ってきた。なんでかっていうと、お金も節約できるし、人々とのねコミュニケーションも取れるし、思いがけない、ハプニングもそうですし、思いがけないプレゼントとかいろんな出来事が起こるんで、もうハラハラドキドキもあるし、なんか楽しいし、こんなことがあるんやなみたいな、もうゲーム感覚、ロールプレイングゲーム、スーファミしているみたいな感じ、スーファミで自分を動かしているような感じです。動画ご視聴ありがとうございました。ここからが本番です。皆さんにね言ってなかったことがあります。実はね、今回の旅で僕ね、初日に旅やめようかなって思ったんですよ。マジで50-50でちょっと考えてどうしようかなと思って、今回ね旅続けたんですけど、で理由なんですけど、実は僕ねブラジルオーバーステイしちゃってましたオーバーステイっていうのは、一応観光ビザだったら90日以内って決まってるんですよ、ブラジル滞在。国によっては30日とか、ジョージアとかだったら1年滞在できるとか、観光ビザで。メキシコだったら180日とか、国によっても違うんですけど、ブラジルは90日で、僕それオーバーしちゃってましたなんでかというと、入国したのが11月の27だったんですよ。90日は3ヶ月だから2月の27日に滞在すればいいんだなってずっと自分で思い込んでて、で僕初日にヒッチハイクしてる時にあれと思って、そういえば今回手に思い込んでるだけで滞在日数数えてないと思って、おい待てよと思ってちょっと数えていったら90日超えてて、やばいって何回も5回ぐらい数え直したかな90日超えた瞬間ちょっと顔を収めて、初日に気がついたんですよ。初日24日、でほんまは24日に去らないといけない。最終日が24日だって、うわやばい、今日が最終日はもう絶対間に合うみたいな。それ1日オーバーするごとに罰金が増えていくんで、早めにこれ出なあかんやみたいな。罰金払うぐらいだったらバス使って出国した方がよくねみたいな感じで考えて、いろいろ結局もういっかと思って、なんとかなるやろみたいな、なんとかなる精神で結局もうバス使わんかったんですけど、最終的にイミグレーション、ブラジルのイミグレーションでどうなったかというと、なぜか罰金払わなくてよかった。オーバーステイは自分は多分してるとは思うんですけど、何も言われなかったですね。これが旅のリアルです。もうね、働いてる人によるんですよ。突っ込まれるとか突っ込まれないは場所とかにもよるんかな。今回は何も突っ込まれませんでした。そんな感じですね。で今回の動画でね、最終的な結論、何が言いたいかというと、皆さんオーバーステイには気をつけてください。次回ともそやチャンネル、ウルグアイに到着したともそうや。これから日本人バックパッカーの 99% 以上が行かないウルグアイのマイナーな場所巡りが始まる。もちろん現地ウルグアイ人おすすめの場所、まずはロチャというエリアにあるラ・パロマからスタート。はい、どこやねんそこ。